皆さんこんにちは。本日の DKTV は秘密の作戦ですということで、はい、スプーンのジョーちゃん、今回のこの仕様はちょっとね、いろんな玉込めて某 S2000 をやっつけようと。こいつだ。そう、それです。こう2000万もかけてるやつ。それです。こいつは鼻につくね。ほんとムカつくやつだね。こいつをなんとかやっつけよなんとかしましょうね、うん、こいつでこれでやっつけてやりましょう。やっぱり今の車は速いんだと。そうだよね。あんな2000万もかけやがってさ。もう20年前の車をなんとかしようと。でもさ、金持ってんだよあいつ。なかなか手強いですね。その技術でやっつけよう。やってみましょう。今回の仕様は今回は足回りと駆動系を、この前はほらダウンサスだったじゃん。そうだね、あれね、すごい売れてます。おお、いいじゃないいいじゃない。それはいいことだよ。街乗りもいろいろ考えて、当然サーキットでいいのは、当たり前、だけど街乗りでもプラス R モードで走りたくなるじゃないですか。そうだよね。だから街乗りでプラス R もできるし、サーキットとか持ってきても、気持ちよく走れるっていうところに行きたいねっていうのが、あれの開発のコンセプトだったんで、もうそれでね、実際乗っていただいて、もうちょっとこうしたいなああしたいなっていうのはあって、若干そこからモディファイして、これならいけるかなって言ってちょっとリリースしたんですよ。いやだってさ、あのダウンサスはタイプ R オーナーだけじゃなくてさ、ヘブつけてる人も 1.5 ターボの人も欲しいよ。ね、1.5 ターボの方はもうできてるんですよ。あとはそうですね、ちょっとチャンスあればハイブリッドとかもね、やっぱり全部のシビックを楽しい車にしたいなっていうのは、それは僕らの思いなんで、やっぱり車高下がればさ、かっこいいじゃん見た目。やっぱ車かっこいい方がいいですよね。いや速いのも必要ですけど、もちろんもちろんね、やっぱかっこいいことは偉いことだよ。てか今回の俺らの作戦は、秘密の作戦は秘密ですから、これあいつをやっつけることだから。だからバネはバネで、シビックを良くしようっていう、そういうところでいきました。で次はやっぱりもう秘密の作戦なんで、もういろいろガツンと玉込めて、で今回は、まず足をダウンサスから車庫調に変えて、でもうちょっと、ね、やっぱ低い方が重心下げた方が当然ね、コーナリングの性能っていうのは上がるんで、そこを狙っていきます。であとは駆動系ちょっと、ノーマルのヘリカルのデフだとね、サーキットで限界が高くなればなるほど、やっぱ車高が下がってタイヤも良くなって、限界が上がれば上がるほど、そういう内側がかいてしまうとか、ターンインでもうちょっととか、そういうのが出てくるんで、だからミシュランのパイロットスポーツまでだったらあれで十分だよね。ですね。ハイグリップ入れちゃうとね、ちょっと弱いよね。必要以上にロールも大きくなるんでね、グリップしすぎて、でやっぱそうすると、デフ、機械式のデフ、機械式のデフを FF に入れるともう全てのキャラクターが変わるぐらい、ものすごくよく曲がるようになるじゃないですか。やっぱそこをね、もう経験上知っちゃってるんで、早く入れなきゃってなるほどね。いや入れたいって、歯がゆいって思いながら乗ってたんで、それ入れてきました。なので一番大きいところはそこですね。デフと足、これサーキットでタイムを出そうとすると、そこがもう大きく変えていかなきゃいけないポイントだと思うんで、それを今回入れてきてます。タイヤは前回と一緒 71RS、十分グリップするタイヤなんでと思いますけどね。だからこれをね、さらにじゃあもっと上に行こう、一発狙いだったら、それこそこれをやっつけるんだったら、次のステップ 12D っていう選択肢があるんですけど、そこに行く前に、じゃあ 71RS で一体どこまで頑張れるの、そこも通過点としては押さえておきたいかな、っていうのがあるんで、今回は 71RS で行ってみようと思います。秘密のテスト始まります。どうぞ。で4本あるんで4輪変えちゃう。4輪変えられます。フロントだけでいいんじゃないですか。ど
フロントだけかもね。一回だからフロントだけセッション中に変えて、っていうのもね、もったいないよ。高いんですよ。高いんだよ。じゃあ行ってみるかね。はい、よろしくお願いします。はい。ブレーキめっちゃ効くわ。ブレーキめっちゃいいわ。ポルシェのブレーキみたいだ。いい足だなこれ。タイヤ垂れてきた。ここでサイド欲しいんだよな。垂れてきた。フロントが食わなくなってきたね。1、2周だね、頭入るのは。あとはもうフロントが逃げてっちゃうね。タイヤが垂れてきて。フロントだけ変えてみます？じゃあちょっと中一回入れちゃいましょうか。フロントだけ変えちゃうね。何秒？今15秒です。まあほぼこれ。フロントが逃げる。いやもう結構使ってるタイヤなんで、15秒か。大湯が13秒でしょ。ニューで1秒上がるかな。ニューはここも1コーナーもそうだけど、やっぱ初期アンダーは消えると思うんだよね。戻したのがもったいないな。
混んでる。いい感じ。混んでる混んでる。いい感じだぞ。フロントが逃げ出してきたかな。あーダメだ、逃げる。フロントがもう逃げる。やっぱ 1,2 周だね。フロントニュー、リア、ユーズド、動きがいい。ヒューッと巻き込む。ああ、なかなか難しいよ。次の球いきます。いやセットアップでなんかこうしたいああしたいで今どうすか。フロントすごく食うようになったじゃないですか。そう全然いい。リアって後ろがスーッと巻き込むから。じゃあ今具合でリアはちょうどいいかもしれない。めっちゃいい。ああなるほど。あとこのセッションの残り時間考えると、例えばウイングもう一個寝かすとか、あとは例えば減水とウイングぐらいだったらこのセッションの中でいけますけど、やってみようか。リアのウイングいってみます、じゃあウイング13秒0はいいね。だけどさ、その後ドカンとあんたになる。このタイヤだと逃げちゃうすぐあれみたいな。さっきすごく良かったのにみたいだからこのセットでこれで例えば次インターバル使ってなんかセットもうちょっといじってみて、でしばらくやって最後にもう一回ニューが残ってるんで、要はフロントのある程度疲れたやつを後ろ持ってって新品のリア入れて、それでアタックを最後にできるような、そんなイメージでいきましょうか。タイヤ良くなってフロントのバネもう一個硬くしたくなったりはまだしません？できる。あ、やっぱそうなりますよねできるもう一個上ちょっと用意しときます。インターバルで変えられるように。リアタイヤが冷えちゃったかな。か俺の突っ込みすぎかだよね。あーやっぱフロントタイヤ逃げるな。まあ逃げるな。逃げる。後ろが逃げる。リアウィングを一番寝かしたからだろうな。この3コーナーね、オーバーステアで今の最終コーナー3速4速のコーナーがやっぱりリアウィングベタベタに寝かしちゃうと全くダメだね。これ以上寝かせられませんっていうところまで寝かせてるから、まあしょうがない。
やれるだけのことはやってみたいからね、いろいろテストしてみないと。ここまで寝かせてもこのコーナーね、このスプーンみたいなところ、あそこがやっぱアンダーなんだよね。やっぱタイヤが一発タイムアタックしちゃうとそんなもんかな。とってもオーバーです。とってもオーバー。はい。あ、じゃあもうこれ以上はない。ない。あ、了解、わかりました。どこでもオーバー。どこでもオーバー。あ、もうそのワンノッチでもうそこに境界線が。もう下りのスプーンで3コーナーもここでもあ、それでちょっと遠くまで。じゃあちょっとこのインターバルで、跳ね戻しのフロントバネね。バネ上げて、それで次行ってみましょう。昔みたいなんで。冷えてる状態から喧嘩するね。はい。じゃああれいいな。乗っけてみ。あ、ほら大丈夫よ。さあどうなることやら頑張ろうね。二郎くんやっつけましょう。大湯くんとバトルしたいよね。一発は出るけどっていうけど、周回するとやっぱり FF はフロントタイヤがアンダーが結構きつくなる。そこをなんとかしないとね。いいぞー。頑張れー。あんだ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 ー。アンダーアンダーフロントフロントが逃げるな。122度か。ちょいきついな。フロントのアンダーがやっぱりアンダーだね。タイヤは変わんない。変わんないもん、あとはどうだろう、フロントがダンパー今目いっぱい張ってる状態なんですね。だからフロントの動きを少しつけてあげる。でフロントのどうだろう、原さん、フロントのコンプレッションちょっと緩めて動きを作って、今アンダーだ、入り口がアンダー、入り口そうだね。ちょっとじゃあそれで目いっぱいもう入り口であーって逃げていっちゃう。入り口で入り口でです。じゃあそうですね。だからさっきと変わんない。反対切りでお願いします。
入口アンダーだとリアの羽じゃないね。リアの羽はもっと戻ってる感じですか？オーバーはなくなってます。ない大丈夫。あ、OK です。はい。頑張れ。アンダー強くなってきたぞ。ドアンダーになっちゃった。タイヤ垂れるな。やっぱ2周だよね。こうとしてはどんどんアンダーがきつくなってくる。どんどんアンダーきつくなっていく。最初はいいんだよ。最初はなんかいい感じだ、巻き込んでいい感じだなって、フロント沈んでリアが逃げようとするからいい感じだなと思ったんだけど、周回重ねたらどんどんアンダーになってきた。もっと前荷重にして、それこそ車高下げて前姿勢作ってもっとフロント食うように変えちゃって、っていうのでちょっと試してみていいですか？じゃあちょっとフロントの車高下げちゃいます。深越君2ターン下げよう。2ターン。さあフロント車高を下げてどうか。一発出てもバトル中に負けちゃったら何の意味もないからね。なんとかこの2秒落ちを消したいよね。ここがヒューッと向きが変わってくれると早くアクセル入れられるんだよね。サイドでもついてればな、もうちょっといけるんだけどな。中高速コーナーで頑張れ。ここが早く向きが変わってくれればいいんだけどね。タイヤが垂れてるよ。結構垂れてる。
つらい。アンダー強えな。これはダメだ。せめて1秒落ちぐらいで収まるようにしたいよね。2秒落ちはきついな。バランスが崩れた。崩れた。あ同じアンダーだけどこっちの方がピーキーになってる。多分相対的にリアのバネが今弱くなってるからっていうのもあると思うんですね。であと多分硬くなった分もうだからラバーグリップだけでこう、タイヤを削ってるだけになってるのかもしれない。あとだから例えばニュータイヤだったらこのフロントのバネでもいけるっていう仮定するんであれば、リアを上げておいてリアのバネを一つ上げて同じ前後のバランスにしておいて、であとウイングで調整してっていうのは一つの球としてありますよね。同じアンダーなんだけど、このセットだとバランスがさっきの方がいい。バネ変える前の方がいい。そうそう。じゃあ車高ね。はいはいはい。なるとやっぱ前後バランスはさっきの車高バランスの方がいいけど、ちょっとこれはね同じアンダーなんだけど、ちょっとフットブレーキだけでこうオーバーが出る。アンダーはアンダーなんだよ。だからそれをフットブレーキでこうちょんちょんってやっていくと、うわってきたり、だからさっきの方がもうちょっとこうだるい感じで出てくれるから。こっちの方がちょっとピーキーになる。わかりました。ちょっと次の球一回、メカニックグループで。このタイヤは辛いな。あーってこう待ってる時間長い。サイドブレーキ欲しくなる。割とでもこのバネでもロールはしてるよ。レートがもう絶対ありえないレートではないんですよね、まだ。そうロールはしてる。リアの車高をちょい上げ、これで変わってくれるといいけどね。タイヤが垂れた時のアンダー消し。フロントのスプリングは最初に戻して、リア車高をちょっと上げ、リアウィングは最初に戻し、バトルにはなるかもぐらい今ね。なんとか大湯と杉代の視界には入っていたいよね。コンピューターがいじれるようになるとブーストも上げられると。だからそのアンダーの分を帳消しにできるよね、ストレートで。という姑息な判断をしております。バネ戻したら収まりがいいね。結構オーバー。多分リアタイヤが冷えてるからなんだろうけどね。バランスはいいよ。いけいけ。ここが欲しいね。あそこのトルクが欲しい。
かした方がいいのかもね、車ね。アンダーが多少は消えてるかね、動かした方が。なんか強いな、出口。後ろ車高を上げて動きは良くなったんだけど、やっぱフロントのグリップが足んないよね。動きはいいんだけどね。動きはいい。動きはいいけど、やっぱフロントタイヤがどんどん垂れてくる。動きはいいよ。じゃあ嫌なアンダーの出方は変わんない。変わらない。うんじゃあもうタイヤの問題ですね。そうなると。タイヤが温まっちゃうともう、ずっと同じやっぱりなんだ。その 2,3 周なんですよね、うんいいところは。そうもう最終コーナーも出口が踏めないって感じ。これはもう最初と変わんない。だからそれが原因がもしかするともうリアがズルズルで、もうだいぶなくなってはいるんですけどね。だけど後ろはいい動きあーはしてる。そんなに嫌じゃない。後ろが嫌じゃない。後ろは嫌じゃない。もう変わんない。どっちだろう。リアを上げるのはなしかな。フロント入りってもうバネが柔らかくなってもあんまり変わった感じがしないですか？いや、ちょっといいよ。ちょっとはいい。でもヒュッヒュッあーって感じ。そっか。で立ち上がりもあるんだ。そしたらリア上げてもいいかもしれないですね。リアのスプリングを上げて後ろもっと真ん中以降も前に荷重残したままにしてっていうのはいけますね。それ今入れて変えて1,2 周フィーリングのチェックして最後の1本目でニュータイヤでっていうのはできます。いいよ。いいですか？はい。気温が下がったぞ。92度、水温84度、いいかも。トルクバンドから外れた。リアがオーバーが出ながらフロントアンダーが出るっていう非常に不思議な現象が起きてるよ。リアが逃げながらフロントが逃げる。あそこのコーナーなんかはふーっと向きが変わってて、よしってアクセル踏むとフロントが逃げる。さっきと比べるとリア硬くなってあんまり気にならない。気にならない。なんない。じゃあさっきちょっとノーズが入るようになって、でもアンダー出てたのが、だからリアを抑えることで、まあそれで少し踏ん張れるようになってたのは効果は出てる感じ。ちょっとね。じゃあこれでフロントニュー行って、で今フロントに使ってるもう、フロントでもズルズルになってるのをリアに入れてあげて、それでそれで行ってみよう。行きましょうか。はい、ありがとうございます。そうですね。
さあ最後のセッションです。セットアップもだいぶ決まってきてますよ。これでフロントタイヤニュー、リアユーズド、何秒出ますかね。気温は15度に落ちてきました。いい感じ。いいぞ。いや、やったんじゃねえの。結構いいタイム出たと思うよ今ね。ニュータイヤのグリップはいいね。いやー、しびれるわこのアタックは。この逆板がね、もうちょい早く向きが変わってくれるといいかな。あともうちょいフロント舵欲しいな。カナードかな、リップスポイラーかカナードかってところ。なかなかいいんじゃないの。いいですよね。うバランスもかなり、ん、秒ねバランスしっかり出てるし。え、いいよ、このバランスはいいよ。じゃあこれを基準として、うん、これはいいよ。このタイムはやつには公表できないけど秒早いよね。ノーマルエンジンだよ。そうコンピューターできないからね、うん、まだ。あとは、まあ、今後ねコンピューターできて、ブースト上げられるようになると、そうすると FK8 の馬力まではいけるっていうのはもう分かってるんで、ね、もう多分、まあ、ブーストだけでも30ぐらいは上がるよね。だから30変わるとちょっと世界変わりますよね、また。だから1周目は良かったじゃん。2周目でちょっと落ちたから、ああダメかなと。あとね、ちょっとねこれから先どんどん気温上がっていっちゃうんで、そうだよね。要はそれを例えば5周とか、10周とか、そういう部分で今度は安定してずっと走れる、そっちの対策もこれから仕込んでいかなきゃいけないかなっていう。そうだね。まあセットはもう、ある程度できてきてる、今度はじゃあそれをいかにそのラップタイムを継続するか、そこに今度はフォーカスしていけば。まあだって午前中なんか一気に2秒落ちたからね、でそれ考えたら今は落ちにくくなってるじゃん。もうね、だから足のセットもタイヤに優しいセットっていうのが見えてきてるんで、そこで、そうだよね。いやニューはいいわ
本当にもうギューッと入るからで、多分ね後ろもスーッとついてくるからでさ、リアももうさっきもうズルズルまで使い切ったんで、まああのぐらいのちょっと、使った中古ぐらいでがちょうどいい。後ろが、前がギューッと入るからで後ろがスーッと向きが変わってくれるからさ、アクセル早く踏める。このセットはいいよ。じゃあこれでいきましょう。はい、ということで本日の DKTV 秘密の作戦バッチリです。あとは周回でやつにこうついていけるように。いや FR はタイムが落ちないからね。そうですね。だから4周でやめちゃおうか。前に出てひたすらブロック、勝てばいいんです。大人げないよね。それは大人げない。ということで、はい、今日一日ねスプーンさんのジョーちゃんとテストしてきましたけれども、なんとかやつと対等にバトルができるようになりました。次を組んだもね13秒台だからね。だからまあこれが垂れても今10秒ぐらいでしょ今最高。だからそう考えるといいバトルができるじゃない。そうですね。ね、なんか面白そうなことができそうだなって見えてきた。ノーマルで十分勝負ができそうかな。やっぱ今の車速いっすね。速いっす。2000万もかけたってね、これはノーマルで勝負してやるよ。ということで、タイムは公表しません。はい、内緒です。大湯さんに近づきました。ということで今回はここまでね DKTV でした。さようなら。いいね押してね、いい登録もねお願いします。バイバイ。スプーンでした。はい。